今日は一つ漢字のお話を。人という字は人と人が支え合ってできている。本当にそうでしょうか。どう見てもこっち側の人がかわいそうだと思いませんか？そこで私考えました。支え合っているのではなく、支える人がいて支えられる人がいるのだと。古畑雄三郎でした。明日は7時から朝食をとり、8時に出発予定です。このホテルには何日いるの3日間です。えすいません、ここしか取れなかったので。まあいいけど。それから約束通り、新作漫画の原稿を持ってきました。遅かったじゃないか。いつになったらデビューさせてもらえるんでしょうか。まださせないよ。たまにはご自分で書かれたらどうですか？何言ってるんだ。これは俺が書いた俺の漫画だよ。君はただの助手だろ。僕の憧れの先生はどこに？なんか言った？デビューできないのならもうやめさせていただきます。待ちたまえ。この漫画が終わったらさせてやるから。な。それももう聞き飽きましたよ。そう言わずに頼むよ。わかった。じゃあ好きなもの一つ何でもやろう。では、弟にサインを書いてもらえますか？先生の大ファンなんです。俺がサイン嫌いなのは君も知ってるだろ？やめてもいいんですか？わかったよ。では、19時にまた伺います。19時な。負けた。はい。じゃあ罰ゲームのマッサージお願いね。しゃあねえな。今日はな、お前にプレゼントがあるんだ。なんだろお前の大好きな人のサインだよ。う。もしかして、岸本大成先生？そう。やった、ちょうだい。マッサージが終わったらな。いい温度だ。ずいぶん本格的だね。じゃあこのまま5分放置な。はーい。サインだったね。これにお願いします。弟の名前は？吉和です。ルームサービスです。
はい、お願いします。お客様控えです。はい、終わり。いやー、気持ちよかったよ。ありがとう。ねえ。早くサイン見せてよ。あ、はい。うわー。ただし、大成先生は普段サインを書かない人だから、絶対に人に見せたり言ったりしたらダメだぞ。わかった。これは、僕、この仕事向いてないみたいです。お世話になりました。これは受け取れんな。なんでですか？実は君を部下にしたいと申し出ている男がいるんだよ。僕を？一体誰が？君もこの仕事してるなら聞いたことはある名前だと思うが、古畑雄三郎くんだ。古畑さんですか？いや、会ったことはないですが、噂は聞いたことがあります。噂をすればってやつかな。どうも。噂通りですね。ああ、彼は古畑任三郎に憧れすぎた男、古畑雄三郎くんだ。本当に大丈夫なんですか？まあ少々痛いところはあるが、頭は切れる男だよ。とにかく一度彼と仕事してみてくれないか。それでも辞めたいなら、その時私は止めたりしない。わかりました。早速二人には行ってほしい現場がある。急行してくれ。僕が遺体があった場所です。死亡推定時刻は19時。これがその時の写真です。亡くなったのは岸本大成さん、漫画家の先生です。結構有名なの？知らないんですか？僕、冒険者山田くんシリーズの大ファンだったんで、ショックですよ。そうだ、古畑さん。どうして僕を部下に？まあその話はいいじゃないか。教えてくださいよ。この写真どう思う？どうって、風呂場で足を滑らせて後頭部を強打したとしか。多分死んだのは別の場所だと思うよ。え？靴下めくれてるでしょ。ガサツな人間だったんですね。何すんすか？運ばれてきたんだよ。おそらくこう脇を抱えてズルズルと。その時に靴下が。ってことは殺しですか？ねえ、古畑さん、教えてくださいよ。僕のどこを認めてくれたんですか？君、古畑任三郎を見たことは？ありますよ。その中に今泉慎太郎という刑事が出てくるだろはう。で、君の名前は？い。今泉慎次郎ですけど。それだけですか？今泉くん、この部屋にルームサービスに来たスタッフ探してくれる？それとこの坪倉っていう人物、ちょっと調べてくれる？警察が僕に何の用ですか？実はですね、岸本大成先生、今晩お亡くなりになりまして。え？一体どうして？風呂場でですね、後頭部を強く打ったようでして。そんな。夕方に会った時はあんなに元気だったのに。先生と会ったのはその時が最後ですか？そうです。仕事の打ち合わせを。ちなみに今夜19時頃何をされてました？なんでそんなこと聞くんですか？あくまで形式的な質問です。お気を悪くされたらすいません。夜はずっと弟とこの部屋にいました。弟に聞いたらわかりますよ。そうですか。ありがとうございます。すいません、夜遅くに。
失礼いたします。あ、古畑さん。はい。先生は事故じゃないんですか？いやまだなんとも。何かあったら何でも聞いてくださいね。助かります。おやすみなさい。そうだ、早速ですが一つ聞いてもよろしいですか？もちろん。こちら見ていただきたいんですけども、先生の部屋のゴミ箱に捨ててありました。ルームサービスの控えと手帳の切れ端ですか？これが何か？先生は普段からこんなぐにゃぐにゃとした字をお書きになるんですか？言われてみればこんな変な字は見たことないですね。ホテルマンの話によりますと、これを届けた時先生は声も出さずに手だけを扉から出して対応したそうなんです。つまりですね、その手は先生じゃなく先生を殺害した犯人の手の可能性があるんじゃないかと。後で筆跡がわからないように左手でサインをしたと考えれば、この変な字も納得がいきます。まああくまで推測ですけどね。なるほど。それでその手帳の切れ端は何の関係があるんですか？一見何の関係もない2枚なんですが、問題はですね、この2枚一緒にくるまって捨てられてたんですね。サインをしたのが犯人ならば、何か都合が悪くて先生の手帳のそのページだけちぎって左手でサインをした紙と一緒に捨てた。この中の名前に犯人になり得そうな人物心当たりありませんか？読みますよ。編集者の山田さんに先生の奥さん、峰田さん、それからあなたのお名前もありますね、坪倉さん。ええ。ですが夕方に全ての打ち合わせを終えたので19時のはキャンセルになったんです。そうですか。すいません、ありがとうございます。参考になりました。おやすみなさい。もしもし、お兄ちゃん？今大丈夫か？うん。どうしたの？そのうちお前のとこに古畑っていう変な。ちょっと待ってね。警察の古畑と申します。どうぞ。もしもし。そのうちお前のとこに古畑っていう変な刑事が訪ねてくると思うんだけど。それで大勢先生が亡くなった夜、俺ら何してたか覚えてるか？ホテルの部屋に一緒にいたよ。そう。聞かれたらそれだけ答えろ。あとは何も喋るな。いいな？いいけど。変に疑われたら面倒だろ？だから頼むな。はーい。すいません。お邪魔でしたら帰りますが。いえいえ、大丈夫です。お座りください。僕逮捕されちゃうんですか？いえ、今日は大勢先生の件でお話がありまして。よかった。岸本大勢先生が亡くなったのはご存知ですね。もちろんです。大ファンですから。それに兄の師匠でもありますし。その大勢先生が亡くなったのが16日の19時頃なんですけども、その時何をされてましたか？ホテルの部屋にいました。まるで答えを準備してたような言い方ですね。そんなことないですよ。記憶力がいいんですよ。ちなみに部屋では何をされてました？覚えてないです。あれ、記憶力はどうしたんですか？あ、思い出しました。ババ抜きで遊んでました。僕ババ抜き強いんですよ。はあ、疑ってますね。あ。いやだったら一回勝負しましょうよ。私は古畑さんが勝ったらもっと詳しいことを教えてあげますよ。右がジョーカーですか？いいえ。左がジョーカーですか？いいえ。本当は左がジョーカーじゃないんですか？いいえ。うっそ。なんでわかったの？
嘘をつく人間というのは心拍数が上がったり息苦しさを感じて呼吸が深くなることがあるんです。へえ、なるほどね。ちなみに今日吉和さんの呼吸が深くなったのはこれで2回目です。かなわないなこりゃ。約束通り話しますよ。部屋でお兄ちゃんと何してたか。と言ってもまあ事件とは何の関係もないどうでもいい話ですけどね。お願いします。ババ抜きをした後、罰ゲームでお兄ちゃんにマッサージをしてもらってました。マッサージ。それがちょうど19時頃です。どういった感じで？ベッドに横になって肩腰とほぐした後、顔にホットタオルをかけて5分放置。ホットタオルをかぶせて5分放置。確かにどうでもいい話ですね。ね、どうでもよかったでしょ。いやー、すいません、突然の訪問で。古畑さん、またババ抜きリベンジさせてください。ぜひ。どうぞ。あ、古畑さん待ってましたよ。僕ね、やっぱり先生は事故だったんじゃないかと思うんです。はい。ルームサービスの件気にしてたでしょ。あれの真相が分かっちゃったんですよ。ぜひお聞かせ願えますか？先生は風呂場で亡くなっていたということは、ルームサービスが来た時はちょうど着替え中だった。だから手だけを出して対応せざるを得なかったんですよ。ああ、なるほど。ね、こんな簡単なことに気づけないなんて。古畑さんは何でもかんでも殺人事件に従う癖がついてるんですよ。コーヒーどうぞ。反省します。僕もいただいていいですか？ごめんなさい、2人分しかなくて。いやー、しかし坪倉さんのおかげで事故の線が見えてきましたよ。でしょ？勲章ものですよ。あ、そうそう、弟さんに聞きましたよ。先生が亡くなった日の夜、確かに弟さんと2人でホテルの部屋にいたそうですね。もちろん。そして先生が亡くなった時間帯はちょうどマッサージをしていたそうで、随分仲がよろしいんですね。そんなとこまで聞いちゃったんですか？なんだか恥ずかしいな。いやー、羨ましい限りです。そしてこれであなたのアリバイが証明されました。まあ当然のことだからあまり嬉しくないですけどね。ですが最後の5分間は弟さんの顔をホットタオルで覆っていた時間があったそうですね。その時は何をされてたんですか？何って、ただそのまま部屋の中で5分間過ごしただけですよ。だったら早く返事してあげてください。返事？弟さん気にしてましたよ。黙ったまま返事してくれなかったって。ああ、あれね。もちろんしますよ。というか今日しようと思ってたところですよ。よかったです。もしかしたら忘れてるんじゃないかと思いまして、今日はそれだけお伝えに。失礼します。あ、コーヒー美味しかったです。もしもし、お兄ちゃんどうしたの？いや、さ、この前ホテルでマッサージした時にさ、なんかお前に返事し忘れてたかなって。ほら、ホットタオルかぶせてた時あったでしょ。兄ちゃん何言ってんの？あの時はお互いに一言も発してないでしょ。それよりさ、お兄ちゃんが昔描いた漫画がまた出てきてさ、それがすっごい面白くてさ。あ、うるさいよ。だって弱すぎですよ、今泉さん。漫画に集中できないじゃないか。すいません。どうですか、その漫画。はっきり言いまして、こんな面白い漫画初めて読みました。でしょ？
それはお兄ちゃんが14歳の時に書いた漫画なんですよ。14歳。お兄ちゃんの漫画が大好きでずっと撮っておいたんです。いや、素晴らしい才能ですね。これ全部そうですか？奥にあるのは大成先生の漫画です。やっぱり大勢先生の漫画も面白いんですか？もちろんですよ。僕の憧れの先生ですから。だけど見たところ最近の漫画が多いですね。はい。実は大成先生に憧れ始めたのは最近のことなんです。きっかけは何だったんですか？ 3年前、ちょうどお兄ちゃんが大成先生の助手になった頃から急に先生の漫画が面白くなっちゃって、それで僕も大ファンだったんです。いや、やはり優秀な部下を持ってると違いますね。それに比べて私は。フラートさんが自分で選んだんじゃないですか。あ、そうだ。お兄ちゃんに頼んで特別に先生のサインももらったんですよ。いいなぁ。あ、これ言っちゃダメなんだっけな。まあいっか。どんなサインか見てみたいです。わかりました。今持ってきますね。大成先生はサインを書かないことで有名なんですよ。はい、これです。すごいな。こんなサインなんだ。私も見てもいいですか？どうぞどうぞ。これいつ受け取ったんですか？例のマッサージの後ですけど、どうかしました？なんかやっぱり見なかったことに。これよろしければ預かってもよろしいですか？いや、ダメです。お願いします。絶対嫌です。フラートさん、それは良くないっすよ。君は黙ってなさい。お願いします。どうしてもこれが必要なんです。わかりました。ありがとうございます。行こうか。フラートさん。お兄ちゃんはやってないですよね。彼には辛い現実だと思います。ですがこの色紙は絶対に回収しなければなりませんでした。なぜならこの色紙には兄弟愛や憎しみ、この事件の全てが詰まっているからです。古畑雄三郎でした。あなたも懲りない人ですね。でも、僕はもうこのホテルを出るんで、あなたに会うのはこれで最後になりそうですね。最後にお願いがあるんですけども。何ですか？こいつにサインを書いてやってくれませんか？坪倉さんが昔書いた漫画を読んでえらく感銘を受けたようでして。また吉和のとこに行ってたの。感動しました。ぜひこちらにお願いします。どうしました？僕に左手で文字を書かせたいらしいが、その手には乗りませんよ。いえ、そんなつもりは。未だにあの紙切れにこだわってるようでは僕は逮捕できませんよ。じゃあ、もう二度と会わないでしょうね。ちょっとお待ちください。何がおかしいんですか？今のはほんの冗談です。悪い人だ。事件の日の19時、あなた大成先生と一体何をされてたんですか？だから打ち合わせの予定だったけどそれはなくなったって。いいえ、あなたは大成先生に会っているはずです。弟さんにホットタオルをかぶせている間に。そして事故のように見せかけ先生を殺害し、再び部屋に戻りアリバイを完成させました。ほう。面白いこと言いますね。ルームサービスはあなたにとって誤算だったのではないですか？
あなたは先生が着替え中だったとかでごまかしたつもりかもしれませんが、ホテルマンの話によりますと出てきた腕は白いシャツを着ていたそうです。しかし先生の所持品は黒いシャツばかり、白いシャツなんて一着もありませんでした。古畑さん。古畑さん。まさか最後にそんな話しに来たんじゃないでしょうね。証拠がないなら帰ります。証拠ならあります。話せ。じゃあ見せてもらおうじゃないですか。証拠を。はい、証拠はこれです。吉和のやつ。はい、これは大成先生が弟さんに当てて書いたサインです。このサインはいつ書かれたものかお答えできますか？答えられないということはあなたが大成先生を殺したということでよろしいですか？いいや、そうはならない。なってしまうんですよ。わかりませんか？ここにはっきりとあなたが大成先生を殺したと書いてあるじゃありませんか。書いた張本人のあなたならわかりますよね。僕が？そのサインは紛れもなく大勢先生が書いたものですよ。私が言っているのはこっちの方です。今泉くん、これ何かわかる？母音ですか？はい、そうです。これは母音です。あまりこういうサインで見かけないと思いませんか？先生は普段サインを書かない人なんですよ。もしかしたら元からそういう人かもしれないじゃないですか。はい、確かに先生がそういう人という可能性もあります。おそらく今泉くんや弟さんはそれで腑に落ちたことだと思います。ですが私はこれを見た瞬間にピンときました。この母音には何か秘密が隠されていると。そしてその予感は的中しました。調べたところによりますと、これは先生の血液によって書かれたサインでした。しかも不思議なことに指紋が先生の指紋と一致しなかったんです。おかしいですね。これはどういうことでしょうかね。どういうことかわかる？今泉くん。わかりません。はい、つまりこうです。先生を殴り殺した時に色紙に血が飛び散ったことに気づいたあなたは、それを母音にすることでごまかそうと考えた。ですがそうすると遺体の指に不自然に血が残ってしまうため、それを洗い流さなければなりません。ですが5分以内に全てを済ませて部屋に戻らなければならなかったあなたにそんな時間はありませんでした。だから自分の指で母音を押したんです。これは先生の血によって書かれたあなたの指の母音なんです。これでもまだ証拠にならないとおっしゃいますか？その色紙はあなたにだけは見られてはならなかった。血が飛び散った時点でこの色紙は処分するべきでした。あなたも分かっていたはずです。どうしてこんな証拠残したんですか？古畑さん、弟はね、本当に先生のことが大好きで、本当に憧れてたんです。そんな弟にどうしても先生のサインを届けてやりたかった。わかるでしょ？そのサインを逃したら、それはもう二度と叶わなくなる。先生が死ぬ前に書いた最後のサインなんですから。そんなに大切な弟さんが憧れてる先生をどうして殺してしまったんですか？実はね、僕が先生の助手になってからというもの、先生の作品は全部僕が書いてるんです。僕がどれだけ頑張っても評価されるのは先生だけ。僕はただ従うことしかできず、先生という名の牢獄に入っている気分です。ちょうどお兄ちゃんが大成先生の助手になった頃から、急に先生の漫画が面白くなっちゃって、それで僕も大ファンだったんです。そこから抜け出す方法は、先生を殺すことしか思いつかなかったんです。古畑さん、古畑さん、聞いてます？今坪倉さんの話を聞いてはっきりと分かりました。何がですか？弟さんが憧れていたのは先生ではなく坪倉さん、あなたですよ。古畑さんが言うと、なんだか妙に説得力がありますね。決めました。
もし構成できたら今度は自分の実力だけで必ず有名な漫画家になってみせますよ。楽しみにしてます。行きましょう。